こんにちは、ゆうかです。今日は私の実家の近くの浜名湖にやってきました。今回はなんとペットボトルを使ったうなぎ釣りをしてみたいと思います。いや、おふざけとかじゃないですよ。本当にこういう釣り方があるらしいんですよ。ということで今日のためにいろいろ準備してきたので、絶対浜名湖うなぎゲットしたいと思います。なんですけど、また今日も雨です。さっき急いでホームセンターに行ってカッパをゲットしてきました。ユーカッパ。なんか本当に色もそんな感じに見えてきたな。大丈夫かな、これうなぎに逃げられないかな。今日釣りをしていく場所はこちらです。じゃーん。ここは浜名湖につながっている川で、海水と淡水が混ざる汽水域で、天然うなぎの回遊ルートとして知られているポイントなんだそうです。もうすでに私の釣り竿をセットしてあるんですけど、あそこが私の今日の位置です。ここね、調べたらめちゃくちゃ釣れるって書いてあったんですよ。今日は絶対釣りたい。うなぎ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 。こんなんを出したら逃げられちゃうよね。食べないからね、本当に。出ておいでね。今日は奇跡的に誰もいなくて貸し切り状態です。まあ雨ですからね。でもこのぐらいの小雨だと川の中がちょっと濁って魚の警戒心が減って魚が釣りやすいっていう情報を見たんですよ。だからみんな今日は警戒してないはず。私がいると思わないでしょ。クックックいるんだな、それが。今日は冒頭でも言ったんですけど、ペットボトルを使ってうなぎ釣りをしていきたいと思うんですけど、みんなどうやってペットボトルで釣るのって多分思ってると思うんですよ。さっき1個仕掛けを作ってみたので、それを見せますね。こんな感じです。これ私が飲み終わったペットボトルなんですけど、このペットボトルにラインを200周くらい巻いて、そして重りとうなぎ針をつけて完成なんですよ。これ1本作ってみたんですけど、あと9本作って、全部で今日は10個仕掛けを作っていきたいと思います。こんな感じでペットボトルを全部で10本用意してきました。このペットボトル集めるのめっちゃ大変だったんですよ。最近私ウォーターサーバーに営業されちゃって契約したばっかりで、全然ペットボトルを買わなくなっちゃったので、こういうね、コーラとかジュースのペットボトルばっかりです。まあでもどの子にうなぎが引っかかったか逆に分かりやすくていいですよね。お、コーラだみたいな。それじゃあ早速作っていきます。今日はこのナイロンの4号を使ってまずは仕掛けを作っていくんですけど、最初にペットボトルのこの首の部分をキュッて結んでいきます。これ縛り方は何でもいいそうなので、適当に3回ぐらい結んでいきます。やばい、不器用すぎてこれ10本作るまでに日が暮れそう。でもうなぎは日が暮れてからが本番らしいんですよ。日没から21時22時くらいまでが釣れるそうなので、全然私みたいにこうやってのんびり作っても大丈夫だと思います。こういう感じで結べたら、ちょっとこれを下に引っ張って真ん中より少し上ぐらいの位置でぐるぐる巻いていきます。これをなんと200周手巻きしていきます。200周巻くとだいたい30メートルぐらいになるそうです。この作業がね、大変。頑張ります、気合で。ちょっと待って、これ不器用な人からしたらちょっと難しそう。一見簡単に見えるんですけど、待って、コツ掴んだかも。ペットボトルを回すと早いぞ。あれは何周だっけ、数えてる人いますか？糸巻き巻き糸巻き巻き引いて引いてトントントン。おりゃー、よし、200周巻きました。ここでハサミでカットしちゃいます。そしたらさっきのここの先端部分に重りをつけていきます。今回はナス重りの6号を使っていきます。形はね、この重りでないとダメらしいんですよ。なんでかわかんないんですけど、そう書いてあったので、ちょっと今日実践してみて、なんでかわかるかもしれないですね。この先端にこうして重りを通したら、ここで結んでいきます。よし、こんな感じで重りがつきました。
そして仕掛けをつけていくんですけど、今日使うのはうなぎ専用の仕掛け針になっています。今日は針14号、ハニス5号のを使っていきます。これは近くの釣り具屋さんで買ったんですけど、さっき釣り具屋の店員さんに昨日もこの辺で太いうなぎが釣れたって聞いたんですよ。だから今日もね釣れるはず。しかも今の季節ベストシーズンなんですよ。梅雨明けの6月から8月9月ぐらいまでがうなぎの最盛期らしいです。やばい、また雨降ってきた。止んだり降ったり大変だ。よし、完成しました。こんな感じで重りと仕掛けをつけて完成です。こう引っかかったりしないようにこんな感じでペットボトルに最後巻いて針をキュッて留めるといいそうです。よし、これでなんとか2つ完成しました。ということであと8個頑張って作ります。ということで仕掛けが作り終わったんですけど、雨女すぎて大雨になってしまいました。もともと10本作る予定だったんですけど、思ったより苦戦してしまって5本にしました。いやでも5本でも結構頑張ったでしょ。それじゃあここの仕掛けの部分に餌をつけていくんですけど、今日使っていく餌はこのドバミミズっていううなぎが一番好んで食べるタイプの餌になっています。太いミミズなんですけど、これを仕掛けにつけてもうあとはポンって入れて待つだけなんですよ。うなぎが釣れたらこのペットボトルがペコって倒れるんですよね。でもこんだけ暗いとペットボトルが倒れたか分かりづらいので、今日はこういう光るスティックっていうのを用意してきました。これを中に仕込んでおけば倒れたらすぐに分かるはずです。お、来たーじゃなくてこれをこの中に入れます。お入った。なんか普通に可愛くない？美味しそうなトリプルサイダー。違う、まあいいや、なんでもないめっちゃでっかいドバミミズ。いつも使っている青い染めの 3,4 倍ぐらいはありそうですね。このドバミミズっていうんですけど、これを3等分とか4等分ぐらいに切って仕掛けにつけていきます。私のチャンネルなのに多分今膝しか映ってないですよね。やばい、待って、めっちゃ逃げるこいつ。ちょっと待って、ちょっと本当に怒るよねえ。やばい、お前高いんだからさ逃げんな。ちょっと待って、もういい、素手で行く。よいしょ、覚悟はできた。よし、こんな感じで餌までつけれました。あとは投げて待つだけです。それじゃあ1投目いきましょう。よし、それじゃあ絶対釣ってこいよドバミミズ。まず投げ方なんですけど、ペットボトルを左手で持ちます。そしてペットボトルのキャップを投げたい方向に固定します。そして右手で重りを持ちます。あとはもうシュッて投げるだけです。うまくいくかな。いくよ。1、2の3。重いんじゃない？よし、できました。うなぎは合わせとかはないので、食べられて飲み込むまでそのまま放置で大丈夫なんだそうです。なのでこのままペットボトルを倒れるのを待ちましょう。待って、気づかないうちにペットボトル倒れてました。ちょっとこれ引っ張り上げてみようかな。釣れてるかな、どうなんだろう。全くわかんない。こんな感じで巻いていきます。釣れてますように。なんか重い気がした。怖いんだけどバラしちゃうかもしれない最近覚えた言葉です、バラす。やばい。いない。全然待って、餌なくなってていないんだけど、食べられたのかもしれない。ガーン。こんな感じでペットボトルの間隔を少し開けながら立てています。倒れる瞬間を見たい。ペットボトルのことを信用してないわけじゃないんですけど、一応釣れなかった時用にこの釣り竿を持ってきました。
浜名湖ではうなぎとかあとクロダイとかもよく釣れるお魚なんですけど、クロダイも川の底にいるのでこうやってひょいって投げてそこで待つだけなんですよ。だから今回はこういう感じで釣り竿スタンドを用意してみました。それじゃあ釣り竿の仕掛けもちゃちゃっと作っちゃいます。もうこれ過去一土砂降りなんじゃない？結構やばいです。体力が削られる。これうなぎが釣れなかったら大ぐずりだな。なんで私がこうやって外で釣りとかアウトドアなことしようってなると雨が降るんだ。ペットボトル釣りだと主に手前付近が狙えるんですけど、竿だと奥の方も狙えるから自由度が高いから竿は期待大ですね。絶対に釣りたい。よし、結構慣れてきました。2分で完成。釣り竿も完成したのでこのままぶっこんでいきます。それじゃあ奥狙おうかな。どこに押したか全く見えないですね。でもやっぱこっちの釣りの方が楽しいな。私が好きな釣りだ。ペットボトル仕掛けを5本作ってみて思ったのは、やっぱ丸いペットボトルじゃ無理ですね。四角いペットボトルじゃないとできなかったです。丸いペットボトルだとこうラインを巻いてるんですけど、ラインが首の方に移動しちゃうんですよ。もうすごい滑っちゃってやりづらかったです。なのでペットボトルのうなぎ釣りする方はぜひ四角いペットボトルでやってみてください。今日は釣り竿を2本持ってきているので1本はここにセットしちゃいます。よいしょ。お願い、釣れますように。今倒れてたんですよ。急いで巻いてみます。待って、なんか食べてる感覚あるぞ。ちょっと待って。なんかさっきと違う。誰か食べてない？これ倒れた瞬間見えなかったんですけど、でもね、気づいたら倒れてたんですよ。待って、絶対食べてる誰か。やばい、うなぎかもしれない。待って、これさ見えないからさ、いつうなぎ上がってくるか分かんなくて怖いんだけど。ねえ、いる。やばい、ちょっと待って。やばい。あれ？もういなかった。あれ？バラしちゃったかな。なんか食べてる感覚はあったんですよ。ちょっと言い訳していいですか？明らかにピュンっていう感覚があったんですよ。多分私が巻くの下手すぎて逃げられた。悔しい。これ巻くの難しいな。釣り竿のありがたみを感じますね。だってミミズもいなくなってるもん。結構しっかりめにつけたんですよ。いるな、やっぱ。雨がやっと止んできました。なんだけど魚は全く釣れないです。雨のせいでちょっとビジュアル終わりかけてるんですけど、引き続き頑張って釣っていきたいと思います。ペットボトル釣りが難しすぎて一応今仕掛けてはいるんですけど、待っている状態で私は竿の方をメインに頑張っています。一回上げてみよう。川の流れのせいですごいプルプルしてる感じがして、なんかずっと魚がいる感じがするんだよね。なんだこれ。待って、なんかちっちゃい魚が釣れたかも。何これ、ハゼかな。ハゼの赤ちゃん釣れたけど、ちょっとまだ赤ちゃんでかわいそうだから返してあげます。生きてるかな。それでは気を取り直して、じゃあうなぎが釣れるまではちょっと豆知識を紹介してみようかな。今忙しくないのでね。川によっては遊漁券っていう釣り券が必要な場所があるんですよ。で調べてみたところ、ここのスポットではその遊漁券が必要なかったです。だからうなぎ釣りをしたい方は漁業組合とか地域のルールとかぜひ確認してみてください。やばい、また雨降ってきた。待って、ブルブルした気がした。今絶対ブルったよね。待って、めっちゃブルるんだけど。あげてみよう。わかんない、食べてるかわかんないけど、なんかブルブルってなって、でもめっちゃ軽いな。わー、違ったか。100% 食べた今。
ブルブルブルってなったけど合わせのタイミングが難しい。まだ餌はついてるからこのままいっちゃおう。ほい。ちなみにあっちの方にはアングラーがいるんですよ。最近アングラーっていう言葉を覚えました。この間コメントで教えてもらったんですけど、アングラーズっていうアプリがあって、そのアプリでここでは何が釣れてるとか結構釣りの情報が見れるんですよ。釣り人のみんなはもう知ってると思うんですけど、それ知ってね、こんなのがあるんだって思って結構ハマってます。まだ投稿はしたことないけど、私も今日うなぎ釣れたら投稿しちゃおうかな。見て見て、カニを捕まえました。餌になるかわかんないんですけど、餌にしてみたいと思います。前に熊本で釣りした時にもカニを捕まえたんですけど、その時にコメントで餌にすればいいのにって言われたので、今回実践してみました。取れちゃいそうだな。取れたら取れたで海に返してあげたという、海っていうか川か。優しく、せーの、取れるな。この衝撃で取れちゃわないか怖いね。カニは釣ったわけじゃなくて、待ってたら地面にいたんですよね。さっきからね、結構何匹かカニがいて、結構いますね。こんな感じで置いといて待ってみようと思います。ここにはシーバス別名鈴木別名私もういるそうなんですよ。でもシーバスなんてでっかい魚釣れたら、このダイソーの釣り竿じゃ折れちゃいそうですよね。釣れたら嬉しいけど、釣り竿折れるのは悲しいな。今浜名湖でうなぎ釣りしてるんだけど、カニを捕まえてカニを餌にしてみたんだけど、カニが餌だと何が釣れる？うなぎ、シーバス、クロダイ、チヌ、カサゴ、大きいカニ結構釣れるらしい。カニ餌にするコツもあった。甲羅を少し割る、足 1,2 本取る、そこベタ置き。知らなくて普通につけちゃいました。つけ方違うからもういないかもしれない。ちょっと引き上げてみようかな。カニはいる？見えない。いるくない？見えないけど、やっぱ夜釣りだとヘッドライトがないと全然見えないですね。まだいますね、カニ。すごい。お腹の中をグーって針通してつけてみたんですけど、これで良かったみたい。もう一発行ってみるか。よし。今日お父さんにうなぎ釣り行ってくるよって言ったら、うなぎ待ってるねって言われて、お父さんうなぎさばけるのって聞いてみたら、いやさばけないよって言われました。確かに餃子も真っ黒になってたし、うなぎはもっと難しいから無理ですよね。わあ、初めてのうなぎ釣りたかった。いや、もうちょっと粘りますよ、さすがに。こう見えて4時間ぐらい粘ってるんですよ。頑張ってるんだけどな、やり方が違うのかな。聞こえた？めっちゃ大きい魚跳ねてない？バッシャンバッシャン言ってるよ。ほら。カニの人気があまりにもなかったので、またドバちゃんに変更しました。行け、ドバミミズ。やっぱドバミミズつけてる時が一番反応があるんですよ。さっきから何回かパクパク食べられてはいるんですけどね、引くタイミングが分かんなくてずっと逃げられてます。もう逃げないで、お願い。竿先がずっとプルプルしてるけど、あげたらいなくなるんだよな。餌もうない。ダメだ。また食べられちゃった。はあ、惨敗です。泣く泣くすき家のうな重を食べに来ました。悔しい。今日は絶対釣れると思ったんですけどね、5時間粘って無理でした。
最後の最後、よし頑張ろうって思った瞬間、土砂降りの大雨が降ってきて心が折れました。これを自分の釣ったうなぎだと思って食べよう。私が釣った。おまじないと山椒をたくさんかけます。いただきます。うまそう。おー。うなぎ。今日の範囲は何だろうな。結構道具もちゃんと揃えたんですけど、やっぱ釣り竿ですかね。ずっとダイソーの釣り竿を使っているんですけど、そろそろ本格的なやつ買っちゃおうかな。それが範囲なのかわかんないんですけど、でもちゃんとした竿でもっと遠くに飛ばせたら魚も食いついてくれたかもしれないから、やっぱ釣り竿が悪いのかな。今回は初めての夜釣りだったんですけど、安全面には結構考慮してやったんですよね。ライフジャケットもちゃんとしてたし、あと長靴も履いてたし、足元のライトとか懐中電灯とかも揃えたし、結構ね明るい状態でやったんですよね。いやー頑張ったんだけどな。しかもうなぎって高級じゃないですか。3匹ぐらい釣ったらもう黒字じゃんって思ってたんですよ。またまた大赤字でした。私まだ赤字にしかなったことないな。釣りって結構ギャンブルですよね。あとね、ペットボトル釣りは難しすぎました。今回は初めて尽くしだったので何が範囲かわかんないんですけど、私は釣り竿の方がやりやすかったです。でも不思議と坊主でも釣りは嫌いにならない。これからもいろんなお魚狙っていきたいと思います。負けません。私は諦めないです。うなぎの体のようにネバネバ粘り強くこれからも頑張っていきたいと思います。ということでちょっと歯切れが悪いんですけど、今日はここまでになります。今日も見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録とコメントと高評価お願いします。バイバーイ。うなぎの元気本気勇気根気うなぎバイバイバイ。やばい、助っ人が欲しい。これ誰かも持ってほしい。やりづらい。待って、これつけたらカッパ着よう。ゆうカッパ再来。やばい、早くカッパを着たい。私が何をしたって言うんだよ。よいしょ。蚊に刺されまくり。やばい。これじゃあ釣って食べる側どころか食べられてる側だ。しょうがない。お父さんうなぎ待ってるからうなぎテイクアウトしてってあげるか。さっきうなぎの動画を編集してたんですけど、どうしてもうなぎが釣りたくなって川に来てみたらなんと釣れちゃいました。イエーイ。じゃあこいつの名前は春華堂。おまけのおまけぐらいだけど釣れてよかった。これからよろしくね、春華堂。